衆院3補選の選挙戦の最終日となる4月27日、岸田文雄首相は島根1区で、自民党新人の錦織功正氏の応援演説を行った直後、首相は X でもこう訴えた。今日本においては30年ぶりに経済の明るい兆しが出てきました。大企業だけではなく中小企業、そして地方、農林水産業、介護、福祉、建設等、様々な分野で幅広く賃上げを広げていかなければならない。そのためにも島根1区補選に錦織正さんを国政に送り込んでください。しかし、首相の思いとは裏腹に、国民からは怒涛の批判が押し寄せた。X を見ると、明るい兆し、増税が全く中小企業は経済的に明るくないですよ。何を見て明るいのか ?34 年ぶりの円安で地獄なんですけど、どこをどう見れば明るい兆しなんだよ。円安放置で燃料費は今後さらに上がるだろうし、電気代等も上がる。日本の富が海外にどんどん吸い取られていっている円安で日本の土地や企業買収も海外から見れば割安感じ、格安感満載だろうよ。究極の売国奴政権とはあんたらのことだ。とうとう夢の世界に入ってしまいましたか。など、首相の投稿への返信は6時間後でおよそ7000、24時間後で1万2000と、大量の反論や憤慨で溢れた。それは、ネット上だけでなく、リアルでも同様だ。27日午前、首相は島根入りに先立ち、連合のメーデー中央大会に出席。2024年中に物価上昇を超える賃上げを実現させると語ったのだが、同日配信の産経新聞によると、参加者の一部から帰れなどのヤジが飛んだという。式典後、連合の吉野優子会長は、記者団に対して来賓に組織内からヤジが飛んだということは、非常に申し訳ないと思うと述べたが、X では、指揮者からヤジは当然という声が寄せられている。皆さんはどう思いますか？コメントで教えてね。チャンネル登録必須です。それでは皆さんのコメントを紹介していきましょう。岸田首相が述べた経済の明るい兆しは、国民が直面している現実とは明らかにかけ離れていて怒りが増すばかりである。多くの中小企業や一般市民は、増税や円安による生活コストの上昇で苦しんでおり、政府の政策が実際には国民の生活をより困難にしているだけだ。岸田首相がメーデーの式典で帰れというヤジを受けたのも、その政策が労働者の利益を代表していないことの明確な証拠である。首相が国内の課題を顧みずに海外訪問を優先する姿勢は、国民のニーズを無視した自己中心的な行動としか思えない。政治家としての責任を果たすべき時に、岸田首相は明らかにその重さを全く理解していない。このような政府に対する国民の怒りは当然である。明るいと言える人はいるだろうけど、問題は何割が明るいと言える社会なのかでしょうね。大企業の変化はすごいし、賃上げの機運は高まってるけど、それが末端まで浸透しているのか。しかも子育て支援金とかいろんな負担が増えそうだけど、確かにいろいろな支援は必要だろうが、政治家の金に対する不誠実さが露呈してきているし、そこの改革をしてからの話ではないのだろうか。国民負担の前に、小売代や文通費や政党交付金など一度政治家や議員らが自ら最前線に立って身を切るべきではないかなと思ってしまう。とうとう夢の世界。最初から異次元の方でしたからね。やることなすことずれている。こんな人が国のトップで舵取りしていては、国民は苦しむばかり。そもそも、自民党が30年もの間で国民のためにしたことは中身のないものだらけ。逆に自分たち、議員の利権ばかりでどんどん国民生活が苦しくなっている。このまま、自民党政権では国は衰退していくばかり。このことが証明していると思う。菅総理がコロナ大天井の時にここから下がっていく的なニュアンスのコメント出されていて、その通りそこが大天井だったことを覚えているので岸田首相が適当に言ってるだけとは思わないんでそろそろインフレも収まってくるかもしれません。まだ岸田首相を批判するには早いかなと思います。まあ1年くらい様子見る必要はあるでしょうけどね。有権者ができることは声を上げ続けること、そして選挙です。岸田はもちろん、自民党関連には一切投票しないことで自民党に特大の処分を与えることができます。そして補選の島根1区で投票締め切りに10時に自民大惨敗のお知らせをすることができました。島根の皆様、ありがとうございます。選挙では岸田断固の自民党断固のを有権者によって引き続き明確にし、自民党を草も生えない焼け野原にして再起不能の完全解体に追い込みましょう。自民党は有権者によってぶっ壊してあげないといけませんし、
岸田をはじめとした自民党議員も再起不能にしてあげないといけません。海外へ輸出している自動車製造企業等は円安でかなり恩恵を受けて利益を上げているが、一方で160円に迫る円安で一般国民は少しの陳情では焼け石に水状態になっている。ガソリンや電気料金等エネルギー価格は上昇して、それに伴い物価は軒並み上がっている。やはり国会議員先生の方々は下々の一般国民との生活感は乖離しており、岸田首相は30年ぶり経済の明るい兆しなどと見当違いの発言をしている。増税大好き岸田首相の何時沈むともわからない泥船に乗っている国民としてはたまったものでない。岸田にとり日本国とは大手輸出企業群なのか、はっきり言ってしまえば自動車産業の言うだけなのかという話である。とはいえ海星出身だというのは見直した W でもさ、官僚や経団連の操りロボットなら自身の評価はただただ血を這うのも仕方ないわな。 W それが彼の処世術なわけだ。でも官僚や経団連の要求に応える多くの国民にとり正解ではないってのは短いながら資本主義以降の日本の歴史が雄弁に物語っているように思うのだが、政治や不作の感激的存在なら許容範囲だが、岸田みたいな傀儡スピーカーはごく稀に世に出てくれればそれでいいと思う。少なくとも庶民にプラスはない。とうとう夢の世界に岸田首相30年ぶり経済の明るい兆し投稿に吹き荒れれる憤慨命令では帰れやじとんでもする。最近の総理の言動を見聞きしていてふと思い出したことがあります。もう25年も前の出来事ですが、とある事情で沖縄出身の若者と同居生活をした時のことです。顔も身体重も毛むくじゃらの30歳くらいの男でしたが、性格は温和で特に嫌だという感じはしませんでしたが、何か話が噛み合わないなと感じ、頭のネジが23本緩んでるのかなと思っていました。ところがある日の食事中の一言で動機を止めました。彼曰く T さん聞いてもいいですか？僕まだ猫の卵って見たことがないんですけど見たことあります？これを真剣な表情で言われたのには返答のしようもなくジエンドでした。総理をはじめ大臣などってどう？職場のサブチーフをしている29歳の男性が言ってました。お給料がもろもろ引かれて手取りが9万だったそうです。29歳で9万ですよ。3食のご飯も2食に減らしてるそうです。こういう国民の生活を早急に届けてほしい。この連合の会長の神経もどうかと思います。補選の結果が出て島根で自民が敗北したが、この困難な時期にもかかわらずゴールデンウィークの岸田夫妻は政府専用機に乗って豪華なフランス&南米旅行に行くとは少し呆れてしまう。岸田首相は全てにおいての転機だから円安も裏金問題の真相解明も全く気にしていないようだ。しかし補選の結果が出た以上、帰国してからの岸田首相は針のむしろに立たされることになるのだろう。賃上げ効果は今のところ見えてきません。何か経済指標で良い方向になっているものはあるのでしょうか。良くなったのは株価ぐらいです。その良くなった株価は特定な人たちが大儲けしただけになりそうです。GPIF で年金原資も大儲けしていると主張する。株式で大儲けしている人たちの主張がありますが、年金がバラ色になったなんて話は全く聞こえません。何をもって明るい兆しなのでしょうか。この物価高の中、国民には増税し、インボイスで苦しめているのに、自分たちは裏金作りの犯罪をした上、1月に廃止したはずの小売代も復活やりたい放題ですよね。口からも言切れますね。ここまで国民の声を聞かない政権は今までなかったと思います。とにかく一日も早くやめてほしい。それだけです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。